皆さんこんにちは。シミカバー研究同好会の成田藤江です。今回はフォレンコスのタトゥーウォータープルーフスカーコンシーラーの全色レビューです。お花のパッケージがとっても可愛いですよね。フォレンコスのコンシーラーを使ったカバーメイクはこのような仕上がりです。それではどうぞ。鉄壁カバーの守護神コンシーラー。ニキビやクマ、くすみなど肌トラブルを忘れてしまうほどハイカバー。水分や汗でもにじみにくい、よれにくいタトゥースキン。歯科ケア成分配合でカバーしながらお肌をケア。高密着エアフィット、軽くムラなく空気のようにお肌にフィットします。お色は全部で3色。01ライトベージュ、1M ミディアムベージュ、02ナチュラルベージュです。スキンケアをして下地を塗った状態です。顔全体にはオルビスリンクルブライト UV プロテクターを塗りました。とてもしっとりしたテクスチャーで色味の補正はほとんどありません。小鼻の毛穴には式のホワイトスキンベールを塗りました。これは旧パッケージになります。3色すべて私の肌の色にはあまり合わなかったのですが、一番明るい1を除いて 1M と2を塗ってみようと思います。顔を半分に分けて、こちら側に 1M を塗ります。そしてこちら側に2を塗ります。それでは早速塗ってみます。なんということでしょう。私としたことが録画スイッチを押し忘れてしまっていました。今こちらに塗ってブラシでぼかしたところです。では次はここのシミを狙います。このコンシーラーは驚くほど速乾なので、塗ったらすぐにブラシでぼかします。すごい速乾性なのでちょっと慌てちゃいましたね。急いでぼかします。では他のシミも塗っていきます。すごい綺麗にシミが隠れていきます。どんどん隠していきます。このぐらい早くぼかせば固まらずに綺麗にぼかすことができます。試しにこのシミには塗って少し放置してからぼかしてみますね。乾かしている間に他のシミをカバーしていきます。メガネの後にも塗ります。それでは乾いたこの部分をぼかしていきます。見てください。全然ぼけないんです。結構ブラシで強くこすってもこの通りです。指でこすっても少しはぼかすことができましたが、ゴワゴワしてしまって肌に馴染んでいません。一度こうなってしまうと厄介なんですよね。化粧下地をほんの少しだけ指に出して肌にのせてブラシでなじませます。少しゴワゴワしてしまいましたが、コンシーラーを落とすことができました。改めてこのシミをカバーします。塗ったらすぐぼかす。塗ったらすぐぼかす。このような感じで塗ったらすぐぼかせば綺麗になじませることができます。それでは反対側も塗っていきます。それでは塗ります。ぼかします。シミは隠れたけどグレーにうっすら浮き出てきています。こちら側の気になる他のシミにも塗ってぼかしていきます。両方コンシーラーを塗りました。この辺り少しシミが透けて浮き出てきているので、コンシーラーを足してみようと思います。この辺りのコンシーラーを塗っていないゾーンが明らかに色の違いが出てしまっているので、コンシーラーを少し手の甲に出してブラシに取ってぼかします。速乾なのですごく急いで塗らないと乾いちゃいそうです。何度か手の方に出してブラシに取って塗るのを繰り返します。これは結構時間との勝負なので焦ります。だいぶマットなので時間が経った時の乾燥が心配です。はい、
シミカバーメイクが完成しました。ビフォアを取り忘れてしまったので以前撮影したもので代用しています。私の年齢は50歳です。肌の色はやや明るめで皮膚は薄めです。離れてみるとこのような見え方です。私の肌には 1M よりもこちら側の2の色の方が肌にマッチしています。色が濃いこちらの方がカバー力が高くなるかと思ったのですが、色の明るい方とさほどカバー力の差は感じません。ペタッと塗った時はかなりハイカバーだと感じたのですが、ブラシでぼかしたらうっすらとシミは見えています。かなりマットな仕上がりで少し粉っぽさが出ています。特にこめかみのこの辺りは粉っぽさが強いです。かなり保湿力の高い下地を使ったにもかかわらず乾燥を感じます。私自身は水分量少なめの乾燥肌よりの混合肌です。でもこの辺はいつもあまり乾燥を感じないので、本当に乾燥肌の方にはこのアイテムは少し使うのが難しいかもしれません。逆に言うと姿勢肌の方にはいいのかもしれません。メイクしたての時点で粉っぽさを感じているこちらのコンシーラー、時間が経ったらどのように変化するのか気になります。というわけで時間を置いて検証してみようと思います。それでは後ほど。はい、だいたい8時間が経過しました。今日の最高気温は11度、最低気温はマイナス1度、室内の湿度はだいたい 38% 程度でした。私は今日は快適な室内の中で一日ずっと過ごしていました。それでは8時間後の肌の様子をご覧ください。8時間後のアフターは照明をつけているので色味や見え方が少し変わってしまいました。わかりにくくて申し訳ありません。参考程度にご覧いただければと思います。こすったりマスクをしたわけではないのですが、全体的にメイクが薄くなっています。大きな目立つシミが少し浮き出てきているように見えます。照明のせいで肌が綺麗に見えて少し分かりにくいのですが、乾燥しています。少し粉っぽい状態です。口角をこのように上げると、この辺り横に少し薄くシワが入るような感じの乾燥の仕方です。今回目の下にはあまりコンシーラーを塗っていなかったのですが、一応たまり具合も見てみます。やはりほとんどコンシーラーを塗っていないのでシワには溜まっていないようです。小鼻のあたりにもコンシーラーをブラシでうっすらとのせましたが、特に汚いメイクの崩れ方はしていません。皮脂が出にくいせいか、このこめかみのあたりが特に粉っぽくなっています。こちら側もこの辺が粉っぽくなっています。ひどくシミが透けているとか、汚くメイクが崩れているということはないのですが、乾燥しているせいなのか、なんとなく肌がどんよりと疲れた感じに見えています。個人的な感想としては、時間経過後の肌の状態はあまり好みではありません。腕に全3色を塗ってみました。下半分はブラシで優しくぼかしています。左側には私の肌に最も馴染んでいるコンシーラー、クレドポボーテのコレクチュールビサージュ N のピンクオクルを使用しています。その右隣には多くの方がお持ちであろうザ・セムの 1.5 を並べてみました。なお、腕の向きを変えると iPhone の特性上色味が大きく変わって見える場合があります。そのため実際の色とは多少異なりますが、全体の雰囲気としてご覧いただければと思います。こちらは洗面所の蛍光灯の下で撮影した映像です。正確な色再現ではありませんが、少しでも色選びの参考になれば嬉しいです。顔に塗ったスウォッチです。こちらも比較のためにザ・セムとクレドポーのコンシーラーも塗りました。やはりクレドポーが私の肌の色に一番マッチしています。ホレンコスは3色とも白さが強い印象です。蛍光灯の下だとこのような見え方です。コンシーラーをブラシでぼかすとこのような見え方です。3色とも私の肌の色には合わないようです。クレドポーとザ・セムも塗ってみました。やはりクレドポーが一番マッチしています。蛍光灯の明かりの下だとこのような見え方です。ウォータープルーフテストをしてみます。霧吹きでたっぷり水をかけてみました。すべてのコンシーラーが水を弾いています。指でこすってみましょう。
クレドポーがにじみました。ホレンコスは皮膜が張っているかのような感じでびくともしません。ザ・セムとクレドポーは水に溶けてしまいました。ティッシュで押さえてからこすってみます。ザ・セムは少し残っていますが、クレドポーはほとんど取れてなくなりました。ホレンコスはにじむというよりは剥がれる感じです。ぼかした方をティッシュで拭いてみます。ザ・セムとクレドポーはすぐに取れてなくなりました。ホレンコスは薄くはなったもののしっかり残っています。こちらのコンシーラーの最大の特徴は何といってもこすれに強いことだと思います。このコンシーラーは塗ってすぐなら綺麗にぼかせますが、時間を置くと本当に強固に固まります。私が持っているコンシーラーの中ではこのコンシーラーが一番こすれに強く、他の追随を許しません。こんなに落ちなくて肌が大丈夫なのか少し心配になりますが、実際マスクの時にはかなり重宝しています。今回も私の独断と偏見で勝手に採点表を作ってみました。最大の特徴はとにかく摩擦に強いこと。ここは他の追随を許さない唯一無二レベルです。一方でカバー力はまずまずで、色味によってはシミが少しグレーっぽく浮いて見えることも。韓国コスメらしい白寄りの色展開なので、色選びはやや難しめです。さらに速乾性がかなり高く、扱いにはコツが必要。仕上がりはしっかりマットで乾燥も感じやすいため、乾燥肌の方は注意が必要です。コスパも一見手頃ですが、内容量を考えると実はやや高め。ただそれでもこの摩擦耐久力は他に替えが利きません。この唯一無二の強さを評価して特別に10点加算したいと思います。マイナス点は多いもののお気に入り度が高い理由は、マスクの時の仕上げに欠かせない存在だから。圧倒的に色移りしにくく、まさに守護神コンシーラー。使うシーンは選びますが、ハマる人には手放せない一本になりそうです。肌の色や肌質によって評価には差が出ると思いますので、エンタメ感覚でご覧いただけましたら幸いです。ホレンコスのタトゥーウォータープルーフスカーコンシーラーの全色レビューはいかがだったでしょうか。他のコンシーラーの全色レビューも見てみたいと思われた方はいいねボタンを押してください。チャンネル登録もお待ちしています。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。また次の動画でお会いできることを楽しみにしています。またねー。